おはよあら、やっと起きてきたのね。遅いけど朝ごはん食べる？う。いや、いいわ。顔洗ってくるわ。行って。どうしたの？なんか、いきなり胸が痛い。大丈夫？病院行く？いや、まあ大丈夫。胸の痛み全然聞かねえ。てかむしろ痛くなってきてるわ。しかもなんか息苦しいし。なんだこれ。りく、やっぱり病院行こう。ああ、うん。藤見さん、藤見陸さん。今日はどうされました？今朝、急に胸が痛くなって、全然痛みも引かなくて、どんどん息苦しくなってるんです。胸を強く打ったとかはなさそうね。骨に異常もなさそうだし。ちょっと、肺の音を聞くわね。この音。なるほど。結構イケメンだし、多分あれね。ちょっとレントゲンを撮ってみようか。ああ、はい。先生どうですか？思った通りね。これ見て。あなたの胸のレントゲン写真よ。痛みと息苦しさの原因は、気胸っていう病気ね。気胸？この気胸っていう病気は、肺から空気が漏れて、肺が潰れてしまう病気なの。肺が潰れちゃうと、吸った空気を溜める場所がないから息が苦しくなるし、肺の膜にある神経が刺激されるから痛くなるのよ。俺の肺潰れてんの？やべえじゃん。あなたの場合は、強い衝撃を受けてないから、自然に発症した気胸ね。ウラっていう空気の塊ができて、それが弾けて破れたと考えられるわ。俳優の佐藤健さんとか、嵐の相葉くんとかも、気胸になったと騒がれたわね。若くて細くて、背が高い男性に多いから、イケメン病って呼ばれるのよ。よかったじゃない。でも先生、俺バレンタインチョコ1回ももらったことないんだけど。じゃあ、顔じゃなくて、性格に難があるんでしょう。ここじゃ直せないけどね。やぶ医者じゃん。いて。今胸を殴るとかえぐいっすね。私は医者だから別に殴ってもいいのよ。怪我させてから治すわ。発言がマットすぎる。さて、今回は、レントゲンだけで気胸だと分かったし、まだ1回目だから、CT はいらないわね。入院して治療よ。入院するんすか？そうね。今は、空気が漏れて肺が潰れてる状態だから、その漏れた空気を抜かないと治らないわ。空気を抜くって、どうやって？それはね、じゃあ、もう、大げさなんだから。なんか胸に刺さってるんですけど。しかも、先っぽは水槽の中でブクブクいってるし。これは、胸腔ドレナージって言ってね、あなたの漏れた空気を抜いてるのよ。だから水がブクブクしてるの。でも確かに、痛みも息苦しさもだいぶ治ったわ。でしょ？でも、空気が抜け続けている間は入院ね。個人差があるけど、だいたい3日から1週間くらいで、勝手に穴も塞がって退院できると思うわ。1週間ですか？長いっすね。何言ってんの？ひどい人は空気が漏れ続けて、肺だけじゃなく心臓まで圧迫されて死んじゃう人もいるんだから。あなたのはまだいい方よ。死ぬこともある病気って、それに耐えた俺、すげえ。いや、そうじゃなくて。まあいいか。じゃあ、1週間分の着替えとゲームを後で持ってくるわね。ああ、サンキュー。退院おめでとう。よく頑張ったわね。どうもです。この自然気胸は結構繰り返す人もいるから、胸が痛い時は早めに来るようにね。繰り返すようなら CT でがっつり検査して原因の場所を手術することも考えないと。手術っすか？二度と来ないように気をつけますわ。気をつけることはほぼないわね。胸を強く打たないようにすることと、タバコを吸わないことくらいよ。あと、飛行機やダイビングはダメよ。気圧や水圧の変化に耐えられなくて、気胸を誘発するわ。先生、ありがとうございました。いえいえ、お大事になさってくださいね。あざした。桜先生の放課後教室、気胸。今回のテーマの気胸について補足するよ。気胸とは、医学的に言うと、胸膜孔に空気が流入して、肺の虚脱が生じた状態のこと。簡単に言うと、肺と肋骨の間に空気が漏れて、
肺が潰れるってことね。肋骨側は骨が硬くて広がれないから、柔らかい肺が押されて潰れるんだね。気胸になるとりくくんのように、突然起こる胸の痛みと、呼吸困難になるよ。若くて、背が高くて、細身の男性に多いから、イケメン病って呼ばれてるんだけど、なんで多いかは分かってないのよね。ブサメンたちの怨念かな。気胸の原因は、1、自然気胸。2、外傷性気胸。3、遺伝性気胸の3つがあって、1の自然気胸が圧倒的ね。今回のりくくんもこれよ。ウラっていう空気の塊ができて、それが破れるときに肺に穴が開いて空気が漏れるの。お餅焼いたら膨らんで、弾けたらしぼむみたいなもんね。あと、自然気胸の中には、女性特有の月経随伴性気胸っていうのもあるけど、ここでは割愛するから、気になる人は調べてみてね。外傷性気胸は、交通事故とかで胸を強く打って、衝撃で肺が破れて空気が漏れるっていう感じ。遺伝性気胸は、医療が原因でってことよ。例えば、手術中にミスって肺を刺したとか。怖いね。気胸の重症度は3段階に分かれてて、こんな感じよ。基本的には、漏れた空気を抜くことが治療ね。軽いケースだと、穴も勝手に塞がるの。でも、何度も気胸を繰り返す人は、その原因のブラを手術で切り取ってしまうこともあるわね。一番やばい気胸は、緊張性気胸って呼ばれるものよ。空気が漏れ続けて、肺がぺしゃんこに潰れて、さらに心臓まで潰されたりするの。息もできないし、心臓も動かないから、そりゃ死ぬわね。よくドラマとかで、飛行機でボールペンとか刺すじゃない。あれね。何でもいいから空気抜かないと死ぬから。もう麻酔とか関係ないのよね。どうせ苦しすぎて刺した痛みなんか気づかないわ。ちなみに、本物の気胸のレントゲン写真はこんな感じね。2枚とも同じ写真で、片方にはわかりやすく色を塗ってみたわ。潰れた肺がよくわかると思うわ。漏れた空気のところをよく見ると、正常の肺より黒いよね。正常の肺の中には、酸素を運ぶための血管がたくさんあるから少し白いけど、漏れた空気の中には血管がないから真っ黒なのよ。はい。では、今回の授業はここまで。みんな、息が苦しいとか、胸が痛いとかあれば、ちゃんと病院に行こうね。動画を最後まで見てくれてありがとう。ぜひ、いいねとチャンネル登録よろしくね。コメントも待ってるよ。それじゃあ、バイバイ。